おはようございます。今日も絵を描きながら語っていきます。今回は色鉛筆で馬の絵ですね。あと合わせて再度見直すべき力、自制心というテーマを語っていますので、よかったら最後まで聞いていってください。それでは楽しんでいきましょう。それでは今日のテーマ、再度見直すべき力、自制心、語っていきたいと思います。自制心と聞いて何を今更と思われた方もいるかもしれません。確かに自制心は昔から大切な能力として語られてきました。しかしテクノロジーが進化し、私たちの生活様式が大きく変化した現代において、その重要性は依然と比べ物にならないほど高まっているのです。今回はその理由を語っていきます。なぜ自制心が重要なのか。インターネットが普及する以前は、企業が私たち消費者に接触する機会は限られていました。街中の看板、新聞や雑誌の広告、そして家の中のテレビ CM くらいだったでしょう。しかし2000年以降、パソコンとインターネットの普及により、オンライン広告という新たな接点が生まれました。そしてスマートフォンの登場はこの状況を劇的に加速させました。僕たちは通勤中、休憩時間、そして寝る前のわずかな時間に至るまで常に企業の誘惑にさらされるようになったのです。この勢いはとどまるところを知りません。スマートスピーカーが家庭に入り込み、駅や電車内の広告は動画へと進化し、インタラクティブな要素すら持ち始めています。AI 技術の発展により、これらの広告は私たちの思考に合わせて最適化され、ますます巧妙さを増していくでしょう。企業の目的は言うまでもなく売り上げを上げること。残念ながら、消費者の心の平穏を第一に考え、誘惑のない広告を提供するような企業はほとんど存在しません。彼らは増え続ける接点を最大限に活用し、あらゆる手段で私たちの消費意欲を刺激しようとします。これは企業だけに限ったことではありません。YouTube などのコンテンツクリエイターも、視聴者の関心を引きつけ、再生数を稼ぐために中毒性の高い動画を制作します。その手法は日々進化し、私たちの時間を奪おうとします。ふと街を見渡せば、多くの人が片手にスマートフォンを持ち、動画に釘付けになっています。一体そのうち、どれだけの人間が本当に自分の人生を豊かにするためにそのスマホを使っているのでしょうか。このように誘惑に満ち溢れた環境で充実した人生を送り、本当に望んでいる未来にたどり着けるのは一体どんな人間なのでしょう。それは、あらゆる接点を通じて私たちの自由な時間に侵入を試みる企業やコンテンツ発信者の誘惑から逃れることのできる人です。そしてそれを可能にする力こそが自制心なのです。自制心と聞くと、精神的な強さ、メンタルのタフさをイメージする方もいるかもしれません。もちろんそれも重要ですが、ここで言う自制心は日々の生活の中で意識的に仕組みを作っていくことも含んでいます。例えば、スマートフォンの通知をオフにするとか、SNS 用のアプリを削除するとかです。これらはすでに一部で推奨されている分かりやすい対策でしょう。こうして考えると、今後僕らに求められる自制心は、これまで良しとされてきた自制心とは全く異なるレベルのものであることが理解できるでしょう。今後も増え続けるであろう接点、そして巧妙化していく誘惑の中で、自分の人生の目標にしっかりと焦点を当て続けるための、より高度な自制心が必要となるのです。この動画が皆さんの未来を考えるきっかけになれば幸いです。はい。それでは今回の絵はそろそろ完成にしようかなと思います。比較的うまく描けたかなと思いますが、ちょっと色鉛筆のメーカーの問題なのか、色鉛筆が時間とともにぼやけてしまうんですよね。この辺が何かもっといい方法があるんじゃないかなと思ったりしています。引き続き試行錯誤していきたいと思います。ではまた次の動画で。